皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年6月28日に宮城県仙台ギグスで開催されましたバンドメイドツアー2025の8公演目ファーストラウンドファイナルとなるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。今回のお給仕の MC は過去最高に面白かったのもあって、この動画は多分めちゃくちゃ長くなります。ですので見られる方は覚悟するか飛ばしながら見られることをお勧めします。ということでレポートに入ります。仙台ということで地元大阪ゴリラホールから一転飛行機での遠征となります。仙台は今年4月に荒垣ロックフェスで私的には人生初めて東北の地を踏んだわけですが、東北地方でのワンマンお給仕帰宅は今回が初となります。ということで今回も前日移動にしまして昼頃に家を出て関西空港からお財布に優しいピーチで仙台へ向かいます。仙台空港に着いたのが17時くらいで、まずはホテルを取っている仙台駅へ向かいます。ホテルにチェックインして荷物を置いて知り合いの名手様たちと前夜祭を楽しみます。前夜祭を楽しんでる途中に仙台ギグスがソールドアウトになったことを知って、ギリギリだったけどよかっためでたいと思いましたね。それでいよいよお給仕当日になりますが、ここ数日はアニメ関連で盛り上がっているからか移動日の昨日から続く晴天です。それで昼はなぜか仙台名物の一つになっている麻婆焼きそばをいただいて、昼過ぎに仙台駅から地下鉄東西線で終点の新井駅まで行きます。目指す仙台ギグスはそこから歩いてすぐのところにありました。便利な場所ですね。会場に着くとすでにかなり長い物販列ができていましたので、そのまま並びます。100人以上並んでました。ご当地 BB シャツは仙台ということで予想通りの色で、大当たりのビッグポスターは小畑さんのコメント、ソールドアウトポーサンキューポーが入ってましたね。ということでいつも通りご当地 BB シャツとくじ10枚購入します。くじの結果は結果もいつも通りな感じでしたが、トレカの小畑さん実写バージョンが当たったのでよしとします。それで今回もホテルに戦利品を置きに帰るわけにはいきませんので、購入したご当地 BB シャツに着替えて他の荷物も含めてコインロッカーに預けます。それでいよいよ入場待ちとなります。今回の私のチケットは A51 番と、ここ最近では最良の正番です。会場前でぎっしり人が並ぶ中、先頭ブロックに並んで少し誇らしい感じで待ちます。それでついに入場時刻となり、握りしめた600円をドリンクチケット代わりの仙台ギグス独特のピックに変えて、いつもより一目散な感じでフロアに向かいます。フロアに入るとステージの幅がかなりあって、真ん中に上手下手を分けるバーがあるタイプです。前方は最前列のバーからステージまで50センチほどと近く、ステージの高さは1メートルくらいです。最近サイちゃん前が多かったので、今回は下手側にすることにしまして、小畑さん真正面の2列目に入ることができました。前の人の頭の間から小畑さんのマイクとエフェクターボードが見えるという、ほぼ最前と言ってもいい位置に入れました。めちゃくちゃステージが近いです。これは熱いと思いながらステージを確認すると、お立ち台は真ん中上手下手の3台ありました。なんとなく上を見たら、今回はなぜかミラーボールが見当たりませんでした。見えなかっただけかもですが。それでちょうど私がさらに位置を微調整して真正面に小畑さんが見れる位置に体をずらした時に、少し横に隙間ができまして、後ろの方が入っていいですかって聞いてこられたので、当然どうぞどうぞみたいになって並ぶ感じになります。それでその方といろいろ話をする感じになって、待ち時間を楽しく過ごすことができました。あと珍しく会場から事前の注意アナウンスがあって、なぜか拍手が起きてましたね。それでいよいよ定刻となり、 BGM が止んでフロアの照明が落とされます。ソールドアウトということで2階までぎっしり埋まった会場から大歓声が上がります。 SE が流れてきて、フロアはさらに騒然となり、歓声と手拍子が大きくなります。そこにあーちゃんを先頭にミンチョ、小畑さん、ミサさん、サイちゃんが下手からステージに入ってきて、フロアはさらに大歓声となって、メイドさんたちが配置について SE が止みます。真正面に小畑さん、その奥にあーちゃん、すぐ右側にサイちゃんが立ってます。ミサさんとミンチョは少し遠いですが余裕で見えます。これはどこ見たらいいんだという贅沢な状況でした。1曲目はやっぱり全でスタートしました。すぐ目の前にサイちゃんと小畑さんがいて、目の前で歌ってくれているわけですが、まずはあーちゃんにロックオンしました。前すぎると小畑さんとサイちゃんはだいたい10列目くらいに目線が行くのですが、あーちゃんは最前列あたりに目線が来るので、めっちゃあーちゃんと目があってこっち見て笑ってくれているように思えるんですよね。後で周りにいた知り合いの応援手様たちに聞いてみたら、みんな自分と目が合ったって言っていたので、みんなと目が合っているように見せるあーちゃんの技みたいですね。しかし本当にあーちゃんの笑顔で叩くドラムを見ていると楽しくて仕方なくなります。最前列付近ということもあって、フロアのチャンプや手拍子、振り上げる手の勢いが激しくて最高に盛り上がります。
2メロ冒頭のあーちゃんのめちゃくちゃ激しくなるドラムをバッチリ見て聞けましたが、さすがにこの時のあーちゃんは真剣な顔でドラム叩いてましたね。もうこの激しいドラムを目の前で見て聞けて、私的にはまだ始まったばかりなのに、もういきなりクライマックスを迎えたような感じになりました。それでサイちゃんと小畑さんがステージの前に出てきます。目線はありませんが、すぐ目の前見上げるところにサイちゃんと小畑さんの顔が見えます。しかもミサさんもすぐ近くでベースを弾く姿が見えます。この近いステージ最高です。仙台ギグスありがとうと思いました。ミンチョのギターソロは上手で弾いていたと思いますので、視線を右に移して横から見る感じでギターソロを堪能します。ラスサビはまたあーちゃんに視線を戻して、ダン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 って感じで笑顔でドラムを叩くところを堪能して、アウトロで思いっきりちゃんとして曲終わりで大歓声が上がります。2曲目はプロテクト U でした。悟りの順番変えてきました。一瞬出遅れましたが、思いっきりうららららららって歌いながら、やっぱりあーちゃんのブラストビートを見てしまいました。最前列付近って普通なら手を挙げないところで手を挙げてても許される雰囲気があるので、この日は自由にすることにして思いっきり盛り上がりました。しかし見上げる感じで見るサイちゃんの歌う姿はめちゃくちゃ迫力がありますし、真正面から見上げる小畑さんは可愛いを通り越してました。リサさんは相変わらずクールにこのプロジェクト U の激しいベースに弾いてますし、ミンチは余裕で複雑なリフを弾いてます。でもなんといっても真正面に見えるあーちゃんの笑顔のドラムは他では味わえない光景だと思います。サビ前のかっこいい笑顔のドラムフィルムをバッチリ思いました。2メロに入って手拍子とかヘドバンも楽しんで、サビも思いっきり盛り上がってサビ終わりでミンチのギターソロになります。思いっきり上手側に向いてちゃんとします。それで C メロに入って手拍子で盛り上がってラスサビに突入しますが、もうサイちゃんも見たいし小畑さんも見たいしリサさんもミンチもあーちゃんも見たいので、目を忙しく動かしながら手を振り上げて盛り上がる感じになってました。最後アウトロはやっぱりあーちゃんのブラストビートを正面で見ながら思いっきりウーララララララ叫んで、最後のサイちゃんのウーラララの時は今回もフロアは完璧に静かになってサイちゃんに聞き入る感じになって、すぐに大歓声とともに曲終わりです。すでに息切れがしてきました。続けての3曲目はなんとスクリーミングでした。大阪でもやってくれたわけですが、ここも順番変えてきました。順番変えるだけでも結構大変だと思うんですけど、この開始3曲がさらに激しさが増したように思いました。イントロで思いっきり高速のチャントになりますが、サイちゃんと小畑さんが目の前のお立ち台に立って煽ってきます。目の前どころじゃない近さです。サイちゃんが低い姿勢でおたけびを上げながらめちゃくちゃ右手を振って煽ってきますし、ミンチョ上手のお立ち台であのリフを演奏してますし、確かミサさんも下手のお立ち台に立って演奏していたと思います。なのでさらにちゃんとに力が入ります。それでサイちゃんがお立ち台に足をかけて歌う感じになりますが、ワイルドな感じに圧倒されます。小畑さんの方を見ると目の上あたりがキラキラ光るメイクも見えるくらいです。そんな感じで1メロのサビまで堪能して、感想はまた高速チャントです。2メロに入って手拍子とか手を振り上げたりして盛り上がって、サビから C メロに入るところのあーちゃんの片手でドラム叩くところも堪能して手拍子で盛り上がります。そこからミンチョのギターソロとなるわけですが、ミンチョが真ん中のお立ち台に来てくれましたので、もう本当に目の前で見上げる感じでソロを弾くミンチョを拝めました。あーちゃんの高速タモ回しもすごかったです。その後の D メロみたいなところの独特のタイミングのチャントもフロアはきっちりこなしてラスサビです。ここは小畑さんの課題のコーラスを見て楽しみました。曲終わりで大歓声となる中、ここで最初の MC になります。小畑さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽ仙台で大歓声となります。小畑さんが本当に目の前にいます。その目の前にいる小畑さんが本当に嬉しそうに、今回嬉しいことにソールドアウトっぽーって言って会場もさらに大歓声になって盛り上がります。確かにこれまで東北地方と北海道、熊本とかはなかなかソールドアウトできなかったような気がしますので、なんか私も本当に嬉しかったです。続けて小畑さんが前回の時にソールドアウトしたいねって言ってたのが今日叶いましたっぽーって本当に嬉しそうに言ってきて、フロアからまた歓声と拍手が起きます。それで小畑さんがパンパンの会場なので水分補給と隣の方には気を使って紳士淑女なご主人様とお嬢様と一緒に最高にロックなお給仕にしたいと思いますぽーっと噛まずに言って大歓声が上がって、いつものフレーズの楽しむ準備はできてますかぽ素敵な夜にしましょうぽようこそバンドメイドのお給仕へで大歓声となって次セクションに入ります。 MC 明けの4曲目はノーゴードです。サイちゃんと小畑さんが真ん中のお立ち台に立って思いっきり煽ってきますので、こちらも思いっきりジャンプしながらちゃんとするしかありません。1メロに入ってすぐのルールルーは会場からのルールルーにまたサイちゃんが笑顔になってましたね。サビ前の 1,2,3,4 How We Long のところが地味に楽しいです。それでサビはジャンプしながらおー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 のシンガロングですが、あーちゃんがめちゃくちゃ笑顔です。
このノーゴットってステージもフロアもみんな楽しくなる代表曲な気がします。こっちも笑顔になってしまいます。感想でまた思いっきりジャンプしながらジャンプして2メロに入りますが、この時にミンチョがアーチャーのところに寄っていってなんか楽しそうにしながらギター弾いてたのですが、その様子を小畑さんがまた楽しそうに見てるのがほのぼのしました。それで2サビも思いっきりジャンプしてシンガロングして楽しんでソロパートに入ります。まずはミンチョが真ん中のお立ち台でソロを弾いてくれて大歓声が上がって、そこにミサさんもお立ち台に乗ってきてベースソロです。手拍子するのも一瞬忘れて見とれてしまいました。続く落ちメロを歌うサイちゃんに手をかざしながらラッサビ冒頭でヘドバンしながらシンガロングです。このヘドバンしながらシンガロングは結構難しいですね。サビ後半はジャンプしますが、ジャンプしながらあーちゃんがめちゃくちゃ楽しそうにドラム叩いてるのを見てしまいました。サイちゃんに煽られながらアウトロはジャンプしたままちゃんとして曲終わりで大歓声となります。続けての5曲目はマギーでした。めちゃくちゃ順番変えてきてます。まあこのツアーの悟りでは当然なのですが、休む間もなくイントロで思いっきりちゃんとです。サイちゃんも焚き火を上げて煽ってきますので休むわけにはいきません。サイちゃんがステージの前に来て歌ってくれるので首に流れる光る汗が見えました。小畑さんは汗かいているように見えないのは不思議でしたね。サイちゃんがすごすぎるのかもしれませんが、この大汗のサイちゃんを目の前で見ながら踊って楽しめるのは最高です。B メロで手拍子してサイちゃんのジャンプジャンプジャンプで手を上げながらジャンプして、そのままサビで思いっきりジャンプです。こっちの汗もすごくなってきます。2メロも汗だくになりながら手拍子してジャンプして楽しみますが、あーちゃんも本当に楽しそうにドラム叩いてるのを見てさらに楽しくなります。本当にこのマギーも楽しい曲です。サビ終わりで C メロになりますが、このあーちゃんのドラムがすごかったです。ちょっと真剣な顔して叩いてたと思います。それでミンチのギターソロになりますが、この日はソロ開始の時にミンチを両手で指さすのを全てでやるようにしてましたね。ソロ終わりの地メロで思いっきり手拍子して、サイちゃんのレッツゲーラジャンプジャンプでジャンプして、そのままラッサビのジャンプです。最後のゲッゲッゲッグハーハイからのアウトロで全力でちゃんとして曲終わりになって大歓声が上がります。ここでミサさんが下手のお立ち台に立ってスポットライトが当たってベースを弾き始めます。ベイドラセッションです。こんなに近くでベイドラセッションの時のミサさんを見れたのは初めてです。そこに正面にいるあーちゃんのドラムが入ってきます。あーちゃんのタム回しがかっこよかったです。ミサさんのベースがスラップになるところくらいから手を上げてフロアも乗ってくる感じになります。さらに演奏が激しくなって歓声が上がって、最後は小畑さんも煽ってくるのでちゃんとになって最高に盛り上がったところでベイドラセッションが終わって、ミサさんのベースの残音が響いているところに小畑さんが目の前で強烈なシャウトをかましてくれます。6曲目となるトワエモアです。続くイントロでサイちゃんと小畑さんと一緒におー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 のシンガロングですが、フロアからの声がすごかったです。それで1メロに入ってサイちゃんが独特の妖艶な感じのダンスをしながら歌ってくれます。それでまたあーちゃんを見てしまうわけですが、あーちゃんのフロアタムを叩くフレーズって迫力があるのになんか軽やかで、しかも笑顔で叩いてるのが見て聞いていて癖になる感じです。それで踊ったりヘドバンしたりしながらトワエモアの世界に入り込んで、2サビ終わりでミンチのギターソロです。しかし歌詞もダークな感じですし、曲全体もそうですし、なんといってもこのギターソロのダークで不穏な感じが最高にクールです。なので妙にサイちゃんが笑うみたいなこと書いていたのですが、この曲でサイちゃんが笑う場面が思い浮かばず何だったのか思い出せませんでした。それでラッサビのあーちゃんのバスドラどこどこを思いっきり目の前で楽しんで、小畑さんのシャウトとサイちゃんのボーカルを堪能して、アウトロでまた思いっきりシンガーロングです。最後はステージとフロアの完全に息の合った曲終わりとなって大歓声が上がります。そこに7曲目となるヘイトのイントロが流れてきて、フロアは思いっきりのチャントで答えます。全員が前に出てきてお立ち台に立ってくれます。すごい光景です。もう A メロの時から手を上げっぱなしで盛り上がります。サビはさらに手を振り回してちょっとジャンプしたりしてしまいました。それで感想のちゃんとも力入ってました。補給時でのヘイトもかなり楽しい曲です。それで2メロはみんな待ち構えている感じで手拍子になって、サイちゃんの一度きりも許さないからサビに入るところがなぜか大好きで、1メロの時と全然違うサビへの入り方なんですよね。この辺りの細かい構成に本当に感心します。それで結構サイちゃんが真ん中のお立ち台で歌ってくれていたので、この贅沢な状況を本当にかみしめながら 2,3 分を楽しみます。2サビ終わりでミサさんが下手のお立ち台でベースソロです。大歓声が上がります。そこにミンチョが真ん中のお立ち台に立ってギターソロをやってくれます。ミンチョの指先まで完璧に見えます。フロアはちゃんとで思いっきり盛り上がります。ソロ終わりで真ん中のお立ち台でミンチョとサイちゃんが入れ替わる感じになって C メロに入ります。お立ち台で歌うサイちゃんもですが、サビ前の小畑さんのシャウトにも目が釘付けになります。それでラッサビに入って盛り上がって、最後 I Hate You を一緒に歌って曲終わりです。吹き鳴らしの時のあーちゃんのかっこいい姿を堪能します。こ
こであーちゃんのハイハット4発からリアルエグジスタンスのイントロです。メドレースタートです。サイちゃんが真ん中のお立ち台に立って雄たけびを上げながら煽ってきますし、小本さんもお立ち台に足をかけてギターを弾きながら煽ってきます。なので当然の全力チャントで答えます。それでイントロ終わりで両手を上げて待ち構えて A メロで手拍子です。B メロでは200ごとのチャントですね。それでサビに入って手を振り上げて盛り上がりますが、このあーちゃんの激しいドラムが大好きなので、やっぱりあーちゃんを見てしまいます。サビ最後の決めのところのあーちゃんの決めポーズみたいなのも感動できました。ここからアフターライフのイントロになりますが、またサイちゃんも小畑さんも前に出てきて思いっきり煽ってきます。フロアからのチャントも全力です。でもイントロに続いて落ちメロが来るのが分かってますので、手のひらをかざして待ち構えて、サイちゃんの歌に聞き入って、小畑さんのドンセイユーラミーのシャウトに両手で思いっきり小畑さんを指さします。これを真正面でできたのは初めてです。それでラスサビからすぐにアウトロになってまた全力のチャントです。お立ち台のところでサイちゃんと小畑さんがめちゃくちゃ笑顔で煽ってきます。曲終わりで拍手と歓声が起こる中、おーおーの同期音源のコーラスに続けてアローンのイントロのリフになります。歓声が上がりますが、みんなラスサビが来るのが分かっているのでちゃんとせずに手を振り上げて盛り上がります。それで Does Mother If It's Alright のところのあーちゃんの両手でダンダンってドラム叩くところが大好きなので、思いっきりあーちゃん見てしまいました。それで、おー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 のシンガロングをして、サビ終わりの完璧なブレイクを堪能して、アウトロで全力チャントです。続けてフリーダムのイントロからミンチョのギターソロスタートです。フロアは大盛り上がりでちゃんとで答えます。本当に目の前のミンチョのソロを見て聞いて感動ものですが、ソロ終わりの時のあーちゃんのドラムを叩く腕の振りが大好きなので、あーちゃんも見てしまいます。そこからの落ちメロで205度のチャントで盛り上がって、落ちサビに入って手拍子になりますが、あーちゃんがものすごい笑顔でスティックを頭の上で叩いてくれますし、目の前の小畑さんも手拍子を折ってきて手拍子に力が入ります。それでラスサビに入る直前のあーちゃんのハイハットを叩くところも大好きなので、この日はそれも堪能できました。ラスサビは手を回しながら盛り上がって思いっきり歌ってたら、あーちゃんと笑い合っているような錯覚を感じられます。そこからアウトロでサイちゃんも小畑さんも真ん中のお立ち台に足をかけて手を振り上げながら煽ってきますので、フロアのチャントも大声になります。それでそのままダイスのあーちゃんのドラムフィル、リサさんのベースソロからミンチョのギターソロになります。当然ミンチョは真ん中のお立ち台でスポットライトを浴びながらソロを弾いてくれますので、間近で浴びれます。お立ち台を入れ替わるようにサイちゃんが前に出てきて B メロを歌い始めて205度のチャントで気持ちよく盛り上がって落ちメロで全力の手拍子です。このあーちゃんのシンバルを叩きながらドヤ顔みたいになるところも大好きです。それでサイちゃんのセッサーモーメントとその時のあーちゃんの高速ドラムフィルを堪能してラッサビに入ります。ラッサビでシンガロングしますが、このダイスのシンガロングはなんかめちゃくちゃ楽しいです。それでアウトロになってサイちゃんがおたけびを上げながらめちゃくちゃ煽ってきますので、全力でちゃんとして曲終わりとなります。ここで小畑さんがステージのギリギリ前に出てきてめちゃくちゃかっこよくフラッピーピジョンを吹き鳴らします。I Can Live Without Youの落ちメロ前のリフです。サイちゃんが前に出てきて終わらぬ夢を見たいんだの落ちメロからスタートです。それで私的に大好きなラッサビ前のミンチのかっこいいギターリフとあーちゃんの手で止めるシンバルに続けてラッサビに入ります。見上げる感じで見るサイちゃんの全力で歌う姿を堪能して、最後のサイちゃんがのけぞりながら歌う抱きしめねばエンドを見て聞いてアウトロでちゃんとです。サイちゃんはやっぱりめちゃくちゃ煽ってきますので、フロアのチャントは大声になります。会場のチャントに満足したのか、曲終わりにサイちゃんがサムズアップしてくれてました。続けてはおー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 のシンガロングから始まる U です。またまたサイちゃんは雄たけびを上げながら両手を振り上げて煽ってきます。結構この冒頭のシンガロングは長くて、小畑さんもサイちゃんも真ん中のお立ち台で煽り続ける感じですし、後ろではあーちゃんがスティックを上げて歌いながら煽ってきますし、ミンチョまで歌いながら煽ってきますので、フロアはさらに大声でシンガロングします。それで私的に大好きなサイちゃんの I Got a Question からラッサビスタートです。ラッサビがサイちゃんの歌を聴きながら激しい演奏に体を揺さぶられながら楽しみますが、すぐにアウトロになってまたシンガロングになります。 U はこのシンガロングで息が上がる感じになります。気持ちいいんですけどね。曲終わりでサイちゃんの最高をもらいました。すぐにザ・ノンフィクションデイズのあの冒頭のメロディーになります。そこから全楽器ユニゾンのジャッジャッジャッジャーンからイントロになって、フロアは思いっきりのチャントです。一旦イントロが終わったような感じになって、サイちゃんの耐えられないよのフィクションデイズからの落ちメロです。両手を上げて待ち構えて手拍子となります。それでサイちゃんの見えるすべてがからラストビに入って、フロアは手を振り上げて盛り上がります。
サビ後半はヘドバンしながら200ごとのチャントです。それで最後の Don't Fight Myself にかぶせるようにちゃんとしてザ・ノンフィクションデイズのめちゃくちゃかっこいい締めで曲終わりです。この時のあーちゃんのスティックを上に上げてやってやったぞみたいなドヤ顔が大好きです。ここにメドレー最後を告げるような感じでサイちゃんと小畑さんのランランラララランラランのコーラスが流れてきます。メドレー最後となるマナーズです。ラスサビスタートですが、ここに入る時のミンチョのめちゃくちゃ太い音の下がってくるリフがハードで重厚で大好きです。手を挙げてヘドバンしたりシンガロングしながらメドレー最後のマナーズを味わって楽しみます。最後の Take Over the World Never Ending Dreamer という味わい深い歌詞をサイちゃんを見ながら堪能してメドレー最後の書き鳴らしで大歓声とメンバーの名前を叫ぶ声に満たされてメドレー終了となります。もう分かってはいますが、この全力で演奏してきたメドレーの直後、ミンチョが上手のお立ち台に立ってギターを書き鳴らします。そうです。ミンチョが極限状態で入る17曲目となるシャンブルズのイントロです。フロアも汗まみれのまま思いっきりのチャントで答えます。いつもは A メロ B メロは踊りながら楽しむのですが、この日は最前列近くというのもあってずっと手を挙げながら目の前のメイドさんたちを見て聴いて楽ししてサビで思いっきり腕を振ってDo It で指を上げるという楽しいのをやらせてもらいました。曲終わりで MC が来ると思われるのでマラソンの時の最後のトラックを走るような感じで最後の力を振り絞って楽しみます。感想でまたちゃんとして2メロ冒頭のあーちゃんの一瞬のためからの美しいドラムスを堪能してサイちゃんのボーカルと掛け合いみたいになる久保田さんのボーカルも目の前で味わえます。そういえばこの曲の歌詞にも「タキル」って入ってるんですね。タキルはずです。それでミサフィになってミサさんの味わい深いベースラインを堪能してサビ終わりからのあーちゃんのドンドンドンに腕を振り上げながらリズムをとってミンチョのギターソロです。もう目の前のミンチョがかっこよすぎます。見とれながらちゃんとで盛り上がります。その後の落ちメロは手を掲げながらサイちゃんに見とれて途中から手拍子ですね。ここの流れ大好きです。小本さんのコーラスも見て聞きながらサイちゃんのラカフィアスタイガーも思いっきり近くで堪能できました。それでラスサビになりますが、サビ最後のメロディーを変化させて人間版自採用が馬のところにつなげる構成は秀逸だと思います。最後のサイちゃんの歯はまた完成がかぶってしまいましたが激近でしたので目で見て楽しみました。最後ジャンジャンジャンみたいなめちゃくちゃかっこいい締めがあったのを今回初めて認識しました。吹き鳴らしの中サイちゃんの満面の笑みでのありがとうをもらって曲終わりです。大歓声が上がる中サイちゃんの仙台盛り上がってるかーのおたけびで2回目の MC に入ります。でサイちゃんが熱いなーって叫んで歓声が上がり小本さんが熱いっぽーって叫んでまた歓声が上がります。するとそれに負けないぞって感じでまたサイちゃんが熱いぞーって叫んでまた小本さんがさらに大きな声で熱いっぽーって叫ぶという掛け合いみたいな新しいパターンのやつをやってくれました。会場からは笑いと歓声が起きてました。でサイちゃんが冷静な感じで水飲んでくださいって言って会場ははーいって答えるというおっさんだらけの会場とは思えないやりとりがあってちょっとフロアは落ち着きます。それでサイちゃんが皆さんも本当にしんどそうって言ってしんどいって言うよねみたいに確認してきます。まあもともとは関西弁ですが現在は標準語みたいになっていますので久保田さんもしんどいって言うっぽーみたいに答えていましたね。でサイちゃんが今ぐらいは休んでいいんだよとか久保田さんも持たないっぽーみたいに気遣ってくれます。それで久保田さんが私たちも持たないっぽーみたいに言った時にそれを受けてサイちゃんがなんだろうね意外と持つんだよなみたいに言って笑いが起きてました。それで仙台が2年ぶりということを言っていた時に会場からおかえりみたいな声が上がってサイちゃんがみんなもおかえりとか言ってくれてましたね。その時に小本さんが上手のお立ち台に座ったのをサイちゃんが見てああよっこいしょ的な感じで座ってるやつがいるって指摘したら小本さんが慌てて立って座ってないっぽよとか見え見えの言い訳をします。でもサイちゃんは笑いながら座っていいよみたいに言ってくれたので小本さんは座ってましたね。サイちゃんも座っていいと思うんですけどね。でサイちゃんが5月10日から2年ぶりに全国ツアーが始まって私たちも最初はしんどかったって言ってきます。確かにそうでしょうね。この瀬戸りですから。小本さんもどんどん激しくなっていったっぽねとか言ったらサイちゃんが気づいてましたみたいにボケてました。小本さんがちょっとずつきつくなっていくっぽーって続けてサイちゃんもバレてたかみたいに続けてボケてくれます。で小本さんが前半がどんどんきつくなるみたいな話をした時にサイちゃんが好きなくせにって小本さんに言ってそのままフロアに向かってお前らもだろうって言ってきて会場は同意の歓声と笑いに包まれます。でサイちゃんがみんなバンドメイドの球児に来て運動して
って汗かくのがいいよとか、小本さんがトレーニングをして健康維持しましょうぽーみたいに言ってきて、会場からはーはいと返して、この話題は終わるのかなと思ったら、さえちゃんが付け足す感じで、なんて言っていいんでしょうかね、年齢言ってるっていうのって言いかけたので、言いたいことを指した会場から笑いと歓声が起きて、会場からおっさんでいいよの声がかかります。で、安心したさえちゃんが、そう、おっさんたちがって言い直して、会場から笑いと歓声が起きます。おっさんたちの健康を受け持っているバンドメイドですみたいなことを言いたかったみたいです。確かに私も医者に運動不足を指摘されているおっさんですのでありがたいことです。で、おっさんの話題になったので、バランスを取ろうとしたのか、さえちゃんが、お嬢様も負けずにイエーイみたいに言って、お嬢様からイエーイって声が返ります。これって小鳩さんのお嬢様萌え萌えのさえちゃん版とか思ってしまいました。お嬢様が増えてきてるって喜んでましたね。それで次の話題に移って、仙台でソールドアウトできて嬉しかったということで、会場から拍手と歓声が起きます。小本さんが、初めましての方も多くなって嬉しいぽねみたいなことを言った時に、さえちゃんが同意しつつ、知った顔がいるのも嬉しいよって言ってくれます。この辺のバランス感覚はさすがです。で、グッズの紹介に入ります。ミンチョはいつも通りドラムの椅子に座って休んでましたね。それでまずはご当地 BB シャツの話になって、本日の色分かった人みたいに会場に聞いてきます。みんなあの単語は言えないので、なんとか違うことを言ってる中で、楽天とか言ってしまう人がいて、小畑さんが言っちゃまずいこと言った人いるっぽーって注意します。でもその時にちょうどハモーみたいなのが鳴り響いたので、テレビで NG ワード言った時みたいになっていて面白かったです。で、サイちゃんが確かにあのユニフォームに似てるとか言っていた時に、ちょうどサイちゃん前3列目くらいにいたご主人様が手作りのうさみちゃんのぬいぐるみを掲げて、うさみちゃーんって叫んだのをサイちゃんが気づいて、食いついて、すごい手作りとか、でも非公式だねとか言って会場からも笑いが起きてました。確かこの時に下手後ろにいたあーちゃんとミサさんのあたりに、多分ガだと思うのですが、虫が飛んでいて、あーちゃんが捕まえようとジャンプしたりしてドタバタしてみんなが注目する感じになります。それで虫は一旦はフロアの方に逃げていったのですが、サイちゃんの近くにまた飛んできて、サイちゃんがキャーみたいに逃げる中、あーちゃんがまた捕まえようとしてたのは男前でした。で、結局当然というか虫は素早いので捕まえられずでしたが、あーちゃんの手に当たって弱ったみたいでいなくなりました。さすがです。で、サイちゃんが改めてうさみちゃんの説明をしてくれます。ロックレディのキーボードのティナちゃんっていう役の子が語りかけている人形みたいな適切で簡素な説明をしてくれていました。で、うさみちゃんも正解ということになりました。でも第一の正解は当然楽天のユニフォームということで、まあ言うまでもない感じでした。でも第二の正解でサイちゃん的正解があるとのことで、牛タンの断面ということでした。断面というのが生々しくていいですね。正解を塗り替えていこうと思いますみたいによくわからないことも言ってましたね。で、なぜか今日阪神勝ったんでみたいに言って、もう機嫌がいいので、その他もろもろありますみたいに終わらせようとします。でもそれはまずいかみたいになって、ツアー T シャツの紹介とか、トレカの T シャツ、タオルとかの紹介して、あとはまた見てくださいってやっぱり終わらせようとするので、会場から笑いが起きてました。後ろを見たら、ミンチョがドラムのところで腕をぐるぐる回してストレッチしてましたね。で、小鳩さんが続けさせようとして、外れなしのくじの話をサイちゃんに振って、サイちゃんが当たり、中当たり、陽当たり、特大当たりがありますとか、特大当たりはビッグポスターですが、どうやって飾るみたいな話になりました。で、サイちゃんが以前にも言いましたが、みたいな感じで、目隠しのパーティションにすればいいとか、パーティションにするにはペラペラなので、板に貼るのがいいので、出費がかさみますねとか言って笑いが起きます。以前当てた知り合いのお名手様もでかいので、額がめちゃくちゃ高かったとか言ってましたね。で、他に話すことありますかみたいな感じになって、一旦大丈夫ですかねってなったのですが、会場からアメリカって声が上がって、そうそうみたいな感じになります。来週にロスのアニメエキスポに小鳩さんがゲストで出演するということを紹介してくれて、会場から頑張れの声が沸き起こります。で、小鳩さんがメンバーがいないのでものすごく不安なんですっぽーみたいに言ったら、サイちゃんがそれを受けて、気持ちは一緒に行くよみたいに冷たく言ったので、会場から笑いが起きます。小鳩さんが言うには、最初はサイちゃんも一緒かもということだったのに、最終的には小鳩さんだけが行くことになったらしいです。で、小鳩さんが、今回は小鳩だけになりましたっぽーって言った時のサイちゃんの顔が嬉しそうで、小鳩頑張ってねーとか言われたっぽーみたいに説明してくれます。サイちゃんも拳を握って、よしって感じのポーズも再現してくれてました。サイちゃんが言うには、行きたくないわけじゃなくて大変そうだからということらしく、でも嬉しそうにしてました。で、ゲスト出演の目的となる桃源暗記の話となって、エンディング主題歌の What is Justice が SNS とかで1サビが聴けるということで、サイちゃんがみんな拡散しろって言って会場から歓声と笑いが起きてました。
さえちゃんが何でもかんでも使えばいいとか、玉への歌詞のようなことも言ってましたね。フル尺リリースは7月18日なので、もう少しお待ちくださいということで、この話題は閉まりました。するとあーちゃんがなんか痛そうにしてるので、小畑さんがなんか話すっぽみたいに振ったら、なぜかさえちゃんが説明してくれて、あーちゃんが見てって言うから見てみたら、右腕の脇のところが破けてたみたいに教えてくれて、会場は大笑いになります。で、見せてやれよみたいになって、あーちゃんが右手を上げて見せてくれるのですが、思ったより思いっきり破れてて、20センチくらいの穴が開いている感じでした。会場は大笑いになってました。で、ざわめく会場に小畑さんが、皆様今のは忘れていただいて、おまじないタイムって言って、最近流行りの喋っている途中に入れてくるパターンのやつをやってきて、会場はまた笑いと歓声に包まれます。で、ちなみに今日初めての方はいらっしゃいますかっぽーの小畑さんの問いかけにかなりの手が上がったみたいで、いっぱい初めての人いるっぽーって喜んでました。で、小畑が萌え萌えと言ったらに萌え萌えと返すのですが、なんかぎこちなかったようで、小畑さんからなんで戸惑った感じになってるっぽー、今更そんな戸惑う演技はいらないっぽーみたいに言われて笑いが起きます。で、やっと萌え萌えキュンキュンが始まります。目の前のお立ち台に立つ小畑さんの萌え萌えキュンキュンを拝めて最高の気分で萌え萌えキュンキュン返しました。あとは仙台とかズンダーとか牛ターンとか萩の月とかやって会場もちゃんと返すのですが、続けてあーちゃんが大好きな萩の月ってすごい長いのをやって会場もあーちゃんが大好きな萩の月って返すのですが、ちょっとバラバラな感じになってましたので、小畑さんが反省してごめんぽーとか言って笑ってましたね。あとは仙台美味しい、たくさん、最高みたいなよくわからない感じのやつをやって生声でバーンメイを繰り返す感じになって、バーンでバーンメイでメイを返すやつをやって、最後ズキュンバキュンドキュンで伊達政宗シャキーンって刀を抜くポーズをやってくれて大歓声です。それで萌え萌えキューンで楽器が鳴らされて大歓声が上がり、おまじないタイム完結です。小畑さんがギターをスタッフに持たせてもらって、真ん中のお立ち台に立ってかっこよくギターを弾き始めます。18曲目となるブライテストスターの拡張イントロです。会場は手拍子とちゃんとが入り混じる感じでしたね。ラッピービジョンの模様まで見える近さです。めちゃくちゃかっこいいです。バックのミサさんのベースもミンチのギターフレーズもあーちゃんのドラムも素晴らしい拡張イントロです。で、通常のイントロに入って会場はちゃんとで統一されます。小畑さんが歌い出しますが、あれだけ生声で叫んだ後によく歌えるなと思いながら聴いてました。それでサビ前のミンチョの激しいリフを堪能して、サビであーちゃんの2ビートのドラムに合わせてジャンプしながら小畑さんの歌を見て聴いて感想でまた思いっきりちゃんとします。ミネロでブレイクして小畑さんが歌うところだったと思うのですが、横を見たらミンチョが歌詞を口ずさんでましたね。なんか微笑ましかったです。それで2サビでまたジャンプして C メロに入りますが、あーちゃんのタム足が目の前で見れて感激でした。そこから指定ギターソロですが、目の前で小畑さんとミンチョが向かい合ってソロを弾いてます。その後ろにはあーちゃんの笑顔のドラムです。最高です。そこから手拍子で盛り上がる落ちサビで、そのまま転調するラッセルになってジャンプして盛り上がって、ラストの B メロ的な小畑さんのボーカルで曲終わりとなります。大歓声の中、そのまま19曲目となる Get to the Top に突入します。小畑さんが真ん中のお立ち台にワイルドに足をかけてギターを弾いて、ミンチョも上手のお立ち台でギターを弾いてくれてます。当然ミサさんも下手のお立ち台です。この贅沢な環境でもやっぱりさらによく見えるあーちゃんにも目がいってしまいます。もう目が忙しいです。ちゃんとしたり手を振り上げたりしながら盛り上がります。ミサさんのベースソロ的なところでは当然ミサさん、小畑さんの見せ場的なところは小畑さん、あーちゃんの時はあーちゃんに集中して、でも真ん中のお立ち台で泣きのギターをミンチョが弾く時がこの曲のクライマックスな感じになってミンチョに目が釘付けになります。その時は小畑さんが上手に移動しますが、みんな思いっきりステージの前で演奏してくれるので本当に盛り上がります。この曲の時だったか定かではないですが、ミンチョがお立ち台のさらに前で演奏してくれる時もあったと思います。この曲の後半はずっと盛り上がったまま最後まで行くので、会場はちゃんとして興奮したまま曲終わりとなります。ここでサイちゃんがステージに戻ってきて、あーちゃんのハイハット4発が鳴らされて20曲目となるプレイのイントロです。私の大好きなイントロで小畑さんがくるって回るやつ、くるではありませんでしたが回ってくれてましたので感無量でした。それでお立ち台のサイちゃんはめちゃくちゃ煽ってきます。なので会場からは大音量のちゃんとで答えます。ミンチョとミサさんはそれぞれ上手下手のお立ち台、サイちゃんと小畑さんは真ん中のお立ち台です。盛り上がらざるを得ません。B メロの時のあーちゃんのドラムキルを見て聞いて、サビ前のコール&レスポンスして、いよいよサビのイエイ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 ウォー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 です。あーちゃんの高速バストラは今回もマッチで拝みました。2メロは小畑さんの掛け合いの感じのコーラスも楽しんで、
B メロの時は手拍子しながら右手のスティックを上げるあーちゃんのポーズも楽しんで、またサビでコール&レスポンスして、短いソロ的なところはリサさんが真ん中のお立ち台でしたね。それでサイちゃんが下手のお立ち台に立って作業前のところを歌ってくれますが、最後のサイちゃんの先バーディーに続けて目の前の小畑さんのハンズアップを見てきてて感無量でした。そこからラスサビでまたコール&レスポンスして、最後のサイちゃんの C メロ的なところになってアウトロで全力ちゃんとして終わりです。プレイも楽しいですね。そこに21曲目となるドミネーションのリフが上手お立ち台の民調から鳴り響きます。ミサさんも下手のお立ち台です。真ん中のお立ち台のサイちゃんの来いよーの叫びにイントロで思いっきりちゃんとになります。このプレイからのドミネーションは最強すぎます。目の前で歌うサイちゃんに見とれながら手を挙げて踊って A メロ B メロを楽しんで声援降伏せよをみんなで叫んでサビに入ります。サイちゃんの誠意に全力のハローハローのコール&レスポンスで答えて、ミンチョのギターソロ並みの感想にちゃんとで盛り上がって B メロに入ります。ミンチョとリサさんがあーちゃんのところに寄っていって、最後は久保田さんが後ろを向いてあーちゃんに向かってましたので、多分久保田さんが変顔してたんだと思います。それでお立ち台で一人で歌っているサイちゃんの Just Begin って歌うところで会場から大歓声が上がって手を振り回す感じになって、みんなが元の配置に戻っていくところが大好きです。それで2サビもコール&レスポンスで盛り上がって、サイちゃんの掲げるフライズダーフラッグから200ごとのちゃんとになって短いギターソロになります。激しいあーちゃんのドラムも見て聴いて楽しみます。この時久保田さんは下手に移動していたと思います。それでサイちゃんが咳をしてしまって一瞬だけ歌詞を飛ばしたような気がするのですが、もしそうだったらレアですね。でも何事もなくラスサビでまた思いっきり盛り上がって、最後の C メロ的なところに突入して気持ちいい感じでサイちゃんの人に聞いて、最後はサイちゃんと一緒にハローハローを叫んで曲終わりです。曲終わりの吹き鳴らしの中、歓声とメンバーの名前が叫ばれる中、小さい子のサイちゃんの声が聞こえて少し温かい笑いが起きてました。続く22曲目はフォービドンテールです。やっぱりみんなに白いスポットライトが当たって、サイちゃんのボーカルとミンチョのアルペジオからスタートします。そこにあーちゃんのスネアロールが加わって、ミサさんのベースも入ってきて重厚な感じになります。もうこの時点で私は手を挙げてました。小気味いい感じのあーちゃんのドラムフィルからサビになって、会場は手を振り上げて盛り上がります。それで感想でちゃんとになりますが、この構成、お給仕を見越して作ったとしか思えない素晴らしい構成です。しかもその後の2メロは軽快な感じで盛り上がったまま曲に没頭できます。で、そのまま行くかと思ったら、ジャジーな展開のところです。あーちゃんのトリッキーな感じのスティックさばきに見とれて、またサビで盛り上がる。このジェットコースターのような展開が気持ちいいです。で、サビ終わりでブレイクしてリアル感性を上げるところになりますが、お給仕でやると本当に楽しめるんですよね。で、あーちゃんのドラムフィルから何メロと言っていいのかわからない展開があって、私的にはヘドバンするところです。さらにその後の展開はメロディアスで壮大な感じになって、お給仕では手を掲げて気持ちよくなるところです。最後サイちゃんの歌い上げる感じのところを堪能して、あーちゃんのかっこいいドラムフィルからラッサビ突入です。ここは思いっきり手を振り上げて盛り上がります。ラッサビ終わりでアウトロに行かず、また壮大な感じになって気持ちよく手を掲げながらサイちゃんの歌に聴いて、そこで終わっても曲的にはおかしくないのに、最後アウトロでまたちゃんとで盛り上がって終わるという、なんともお給仕仕様でもある曲で本当に感心してしまいます。続けての23曲目は大阪でもやってくれたレターズというでした。また最前列付近に爽やかな風が吹きました。静かにイントロを聴いて A メロに入ったところで手拍子で答えます。 B メロのところのあーちゃんのタム回しが好きすぎるのであーちゃん見てしまいましたが、なんか陶酔したような顔で叩いてましたね。笑顔で叩くあーちゃんがもちろん大好きなのですが、こういうのも好きですね。この曲を聴くとなぜかサイちゃんの滑舌の良さを特に感じてしまいます。それでサビでは手を挙げて前後に動かす感じで気持ちよく楽しみます。感想のミンチョのリフもめちゃくちゃ綺麗な音と音階で心が洗われるような感じになります。2メロも同じように楽しみますが、リサさんのベースラインも跳ねるような感じのところがあって聞きによくて味わい深いです。それでミンチョの綺麗な感じのギターソロを味わいます。このずっと綺麗とか爽やかを貫ける表現力というか、曲構成なのか音なのか分かりませんが本当にすごいと思います。ソロ終わりから C メロになってだんだん盛り上がっていくところから2回繰り返すラサビに入る構成も気持ちいいです。とにかくこのハードなストーリーに入る唯一のミドル曲ということで、おっさんのことを心遣ってくれるサイちゃんに感謝です。曲終わりでサイちゃんからのありがとうももらいましたが、こちらがありがとうって言いたいですね。言いましたけど。
ここでサイちゃんの仙台ありがとうで最後の MC になります。ある意味伝説的な面白い MC の始まりです。サイちゃんの最高だよな私たちに笑いと歓声が起きて、同意の最高の声が会場から上がります。サイちゃんが続けてみんなも最高だよって言ってくれて、会場からまた大歓声と拍手が起こります。で、サイちゃんが汗を拭いながらはぁ疲れたって言って、これも同意の歓声と笑いが起きます。小畑さんがそれを受けて、この瀬戸りはすごい一歩みたいに言って、サイちゃんも尋常じゃないくらい汗が出るって言って笑いが起きますが、本当に尋常じゃないくらいの汗が見えますし、こっちの汗もすごいことになってます。サイちゃんが続けて、私のところだけ雨が降ってたかなとか言って、また笑いが起きます。それで小畑さんが、こっちも小雨くらいは降ってたっぽみたいに言ってましたね。小畑さんも当然汗かいてましたしね。で、小畑さんが、サイちゃんの周りだけ必殺技かけてんじゃないですかっぽみたいなことを言って、サイちゃんがこんなに濡れたくないですけど、みたいに言って笑ってましたね。それでサイちゃんが最近はお給仕終わりでスタッフの人に、あまりにびしょびしょなので笑われるみたいなことも言ってました。で、サイちゃんがなんか新陳代謝がいいんだよねみたいに言って、小畑さんもいいことだっぽーって同意してました。で、サイちゃんがみんなは汗かいてないだろうと一瞬となるようなことを言ったのですが、すぐに普段みたいに付け加えてました。小畑さんも今汗かいてなかったら逆に異常だっぽーみたいに代弁してくれてました。で、サイちゃんが続けて、みんな普段あんまり汗かくことないから油の匂いとか溜まってると思うよみたいにその通りのことを言って、会場から笑いが起こります。小畑さんが驚いて、今日はなかなか攻めるっぽねみたいに言ったら、サイちゃんがファーストラウンドも終わることだし、すべて出し切ろうと思う言いたいこと言って帰って、セカンドラウンドからはもう少しおとなしくしたいみたいなことを言ってました。全然おとなしくしてくれなくていいんですけどね。あと、ファーストラウンドはすべてソールドアウトという嬉しい結果も確かここで言ってくれていたと思います。で、サイちゃんは続けて、まあ今日はこの後ラストスパートとかもあるので、もっと言って、それを魚に打ち上げで飲もうと思ってるとか言って笑いと歓声が起きてました。サイちゃんが会場に向かって、どうでしょうかとか聞いてくるので、当然会場からは同意の歓声が起きます。で、サイちゃんが何を言ってほしいか募集しますって会場に聞いてきますが、なかなか難しいんじゃないかなと思っていたら、会場からこの不燃ゴミがって言ってほしいという、これしかないめちゃくちゃ素晴らしい提案がなされます。ミンチョも満面の笑みで、聞きたいでーすって喜びます。それでサイちゃんがお立ち台に立って準備するのですが、ミンチョが嬉しそうに上手側のステージの前に来て、しゃがむ感じでサイちゃんの方を向きます。で、サイちゃんはミンチョの方に向いて、この不燃ゴミがーってやってくれます。会場は大盛り上がりの大歓声です。ミンチョも感激した感じで目がハートになってます。で、なぜかあーちゃんもやるってなって、あーちゃんが不燃ゴミ対決とか言って笑いが起きます。小畑さんもゴミの対決みたい一方みたいに受けてました。で、あーちゃんがお立ち台に立ってマイクいらないよとか言ってくるのですが、サイちゃんが後で聞きたいからマイク持ってみたいに言ってマイクで叫ぶことになります。で、あーちゃんがちょっとマイクを離した感じで思いっきり、この不燃ゴミがーって叫んで、会場はまた大歓声です。音羽にしては声が太かったです。で、サイちゃんが次はうちのバンドで最も声の小さいミサちゃんがやりますって言ってミサさんをお立ち台に上げます。会場は大盛り上がりになってます。で、ミサさんがこの不燃ゴミがーってやるのですが、めちゃくちゃ声が出ていて、驚きと関心の大歓声と拍手になります。ミサさんもめちゃくちゃ満足そうでしたし、他のメンバーも驚いて笑ってましたね。会場からはミサコールが湧き上がってました。で、残るのが小畑さんとミンチョなわけですが、サイちゃんがどっちを鳥にしようかって言った時に、ミンチョがダメだよ絶対無理だよって自分が鳥になるのを拒否します。でもサイちゃんから主役のリリサが絶対最後だよって言われて、小畑さんからやることになります。ミンチョはめちゃくちゃ嫌がってましたね。で、小畑さんがお立ち台に立って男前にやってみたいに言われたので、男前な感じにものすごく太い声で、この不燃ゴミがーってやって、またまた会場は大歓声と笑いと拍手に包まれます。本当に男前でした。で、いよいよ鳥となるミンチョの番になりますが、ミンチョが本当に不安そうに、最初に言っとくけど私本当に閉まらないからって言ってきます。小畑さんから大丈夫だっぽーとか、サイちゃんからかなみちゃんなりの低い声でやったらいいよみたいに言われて、いよいよ決心した感じになった時に、ミンチョがミサさんのアンプのところに走っていって、置いてあるビールを飲み始めて、メンバーも会場もびっくりして歓声と笑いが起きます。絶対ステージで飲まないと言っていたのは何だったんでしょうか。メンバーもみんな笑い転げてしまう感じになります。で、ミンチョがお立ち台に戻って覚悟を決めて、多分この日誰よりも最高なこの不燃ゴミがをやってくれて、会場はこの日最大の歓声が起こって笑いにも包まれます。
本当にドスの効いた感じの声もポーズもすごかったです。会場からはミンチョコールが沸き起こります。サイちゃんも感激して、すごいかっこよかったーって言ってミンチョを抱きしめるご褒美をあげてましたね。小畑さんもびっくりしてましたが、サイちゃんも12年一緒にいて初めて聞いたーみたいに驚いてましたね。この一連の不燃ゴミ対決を目の前で見て聞けたことに本当に感謝です。会場の不燃ゴミを提案した方にも本当に感謝です。最高でした。しかし、ミンチョがサイちゃんに不燃ゴミがって言われて感激するのはあれでしたが、会場の私たちも同じようにみんなに言われて喜んでいるのは傍から見たら相当あれでしょうね。最後はサイちゃんがアニメの有名なセリフ不燃ゴミが対決でしたって締めてくれてました。それで次の話題になって、小畑さんがロックレディといえば公開された動画がありますっぽねみたいに言ってきて、サイちゃんがムーディオンザ昨晩さんのユースを5人で弾いてみたの動画ですみたいに紹介してくれます。私もすでに見ていましたが、本当に5人でやっているのに感激でしたね。アニメの最終話でユースやってましたが、ミンチョのアレンジで小畑さんのギターを入れてオリジナルバージョンだったらしいです。すごいですね。ちなみにミンチョはこの時後ろで水飲んでましたね。ビールを薄めてたのかもです。それでサイちゃんがバンドメイドがバンドメイド以外の曲やるって珍しいみたいに言ってましたが、確かにそうですよね。貴重な映像だと思います。あとアニメの最終回の後に公開されたバンドメイドのアニメ版レディートゥーロックの MV の話になって、サイちゃんがロックは淑女のって言いかけて、違う違うロックはレディーのって言い直してたのがなんか可愛かったです。それで小畑さんがあれもねって言ったのをサイちゃんが聞き間違えて、姉もねとか言ってたのも可愛かったですね。で、サイちゃんが MV のサムネイルがオリジナル版とアニメ版でリンクしてるって教えてくれます。後で見たら確かにそうでした。音羽が背を向けて、それに向かってリリサがギターを弾く構図ですね。それでミサさんの開封の儀をやろうということになったのですが、ミサさんが対決の後にまた対決になるよねみたいにサイちゃんの方を見て煽るような感じで言ってきます。で、サイちゃんが私か嘘だろうって本当に嫌そうに言います。ミサさんにやってないでしょとか言われて、サイちゃんがやってないけど何なのみたいに抵抗します。で、初めての人のために小畑さんが、もともとはミサちゃんがビールを開封する時の音をみんなで聞いて乾杯するだけだったのに、なぜかその音を口真似する対決をメンバー一人一人とやることになったっぽーみたいに説明してくれます。で、サイちゃんも最初対決じゃなくてあーちゃんがやるみたいな感じであって、小畑の時からなんか急に対決になって、前回はかなみちゃんで私が残ってたんだねみたいに説明してくれてました。サイちゃんは本当にそういうのが苦手だということで、期待には応えられないからとか、さっきのミンチョみたいなことを言ってきます。デジャブですね。ミサさんがそういうサイちゃんの性格も当然知っているので、今回は勝てるかなーみたいにニコニコしながら言ってサイちゃんから引かれます。小畑さんから、ちなみにミサちゃんは2回とも負けてますみたいに言われて、ミサさんは毎回すごく悔しくて家に帰って練習してるみたいなことも言われてました。で、ミサさんがこれで負けると本当に悔しいとか言ったら、サイちゃんが本当にこんなの苦手だから大丈夫だよみたいに弱気同士の会話みたいな感じになってました。サイちゃんのこんな弱気なの珍しいので貴重でした。で、いえいえながらじゃんけんすることになりましたが、じゃんけんはサイちゃんが勝ちました。っていうか、ミサさん本当にじゃんけん弱いですね。3連敗ですからね。サイちゃんが言うにはパーばっかり出すかららしいです。でもサイちゃんは弱気なままなので、会場に先攻か後攻かどっちがいいか聞いてきます。絶対高校だと思ったので高校で拍手したら、やっぱり高校の方が多くてサイちゃんが高校になります。それでいよいよ弱々同士の対決が始まります。まずはミサさんがビールのプルトップを開けます。これは綺麗な音が出てました。ミサさんここはうまいんですけどね。で、小畑さんの掛け声で会場と一緒に3、2、1のカウントダウンでミサさんがスカポショってなかなかいい感じの口真似をして歓声が起きます。で、次はサイちゃんということで、また小畑さんの掛け声で3、2、1でサイちゃんがシュッカーみたいにかなり忠実な口真似をして会場から大歓声となります。それでミサさんがシューなんだ、ツって聞こえたとかよくわからないことを言ってましたが、勝敗は拍手で決めるということになります。結果はサイちゃんの方が明らかに拍手が大きかったので、サイちゃんが本心から嬉しそうな顔になって、逆にミサさんがステージの床に倒れ込みます。今回は前だったので倒れ込んでいるミサさんがよく見えました。上からあーちゃんがミサさんを抱えて手でさすって慰めてますが、サイちゃんが嬉しそうにミサこっち見ろとか言ってミサさんに向かってざまあ見ろって言ってさらに煽ります。会場も爆笑です。
で、今のさえちゃんのざまあみろをみんなに見せようということになって、さえちゃんは一瞬恥ずかしがってましたが、気分がいいのでお立ち台に立って、顔を上に向けて、白目が思いっきり見える目で見下したような表情で、ざまあみろってやってくれて、会場は大爆笑と大歓声になります。すみません、これは目撃した人にしかわからないと思いますが、本当にざまあみろの顔でした。小畑さんがミサちゃんはまだ成長できるということっぽねとか慰めるのですが、さえちゃんが全敗だねとかまた煽ります。まさに弱い者同士の対決ってこんな感じですよね。小畑さんは諦めずに、あーちゃんとは勝負してなかったっぽーみたいに慰めるのですが、あーちゃん、みんちょ、さえちゃんがミサさんの横で半身で体を反らせて見下す感じのポーズで、勝ってやったよみたいにミサさんを思いっきり煽るので、ミサさんが悔しそうに足で床をダンってやったのが可愛かったし面白かったです。で、天の声があったみたいで、ミンチョがみんな席についてって言ってるよみたいに可愛く言って、席ってとか思いましたがスルーされて、みんな戻ろうとするのですが、さえちゃんがまだ気分がいいみたいに煽るので、ミサさんが地団打踏みます。小畑さんも地団打初めて見たっぽーとか言って笑ってましたね。まあさえちゃんのド S な感じとこの負けて悔しがるミサさんの可愛い感じがお互いのキャラですから本当に面白かったです。で、ご機嫌なさえちゃんのいけんのかラストスパートに大歓声で答えて、さらにお前らいけんのかの雄たけびに楽器が鳴らされてラストスパートに入ります。24曲目ラストスパートの最初はアンリッシュですね。みんなが前に出てきて演奏してくれます。ミサさんも元気そうです。でもさえちゃんはもっとご機嫌で、ちゃんとが湧き起こるイントロで思いっきり笑顔で腕振り振りダンスしてくれてました。しかしあんなにわちゃわちゃした MC の後によくこんなにかっこよく演奏して歌えるなと感心してしまいました。踊りながらシンガロングしながら楽しんで、サビに入って思いっきり手を振り上げて盛り上がります。だんだんディディダンダンも会場からめちゃくちゃ声出てました。感想でまた全力のチャントになって2メールに入りますが、対決に負けても相変わらずミサさんのベースのドライブ感はすごかったですし、あーちゃんのフロアタムのフレーズも堪能できました。それで2サビでまた盛り上がって落ちメロの手拍子になります。ここのあーちゃんのフロアタムのフレーズも大好きです。それでミンチョのギターソロになってお立ち台で目の前でソロを堪能します。それでラスサビになって Where's the next number のところもサイちゃんが歌わずにコール&レスポンスになっていたような気がします。それでアウトローになってちゃんとで盛り上がって、最後はサイちゃんと一緒にだんだんディディだんだん叫んで気持ちよく曲終わりになります。メモにあーちゃんがミスったみたいに書いていたので、ひょっとしてどこかであーちゃんが確かなんかタイミングが合わずに一瞬ほんの少し間違えてたように思いますが、気のせいかもです。照れ笑いみたいに笑っていたような気もしますので、もしそうだったら超レア体験なんですけどね。次の25曲目は玉屋ですね。目の前のサイちゃんと小畑さんのハーモニーを堪能してイントロになります。やっぱりミラーボールは見えませんでしたが、そんなの関係なくジャンプしてちゃんとします。それで A メロに入って、今回はピッカーンひらめきとドッカーンホドロックの時に前回並んだ手のポーズをしてみました。それで B メロからサビに入って思いっきりジャンプして楽しみます。サビ終わりで感想になってまたジャンプしながらちゃんとして2メロになります。目の前のさえちゃんと小畑さんの掛け合いみたいなボーカルを楽しんで、サビ前のあーちゃんの激しいドラムフィルを堪能して2サビでまた思いっきりジャンプです。この楽しさはお給仕で玉屋を体験しないと絶対わからないやつですね。2サビ終わりで C メロになってソロバトルパートに入ります。まずは下手のお立ち台のミサさんのソロから始まって、上手お立ち台のミンチョのソロになってバトル展開になります。会場は全力のチャントで盛り上がります。そこから怒涛のあーちゃんのドラムパートがあって、小畑さんのリズムギターソロになります。それでさえちゃんのすっかねえことなどからラッサビになって、またジャンプで祭りを楽しんで、ジャンプしながらアウトロで思いっきりちゃんとして、ピタッと曲終わりになって大完成となります。続けての26曲目はチューズミーですね。準備していた両手で思いっきり手拍子しながらさえちゃんの歌を聴いてイントロでちゃんとです。この結構シンプルな8ビートを叩くあーちゃんも見ていて気持ちいいんですよね。B メロからの205度のちゃんとになるところはもうシンプルじゃなくなって大好きなタム回しになりますけどね。それでかっこいいドラムフィルからサビに入ります。今度はさえちゃんと小畑さんを見ながら腕を振り上げて盛り上がります。2メロでミサさんとミンチョが交差して上手下手入れ替わります。それで2サビになってまたさえちゃんのボーカルと気持ちいい演奏を聴きながら盛り上がってミンチョのギターソロです。当然ミンチョは真ん中のお立ち台で目の前です。でもミンチョに見とれてソロを聴いていたのに、その後ろであーちゃんが多分ドラムの横から撮っているカメラに向かって思いっきり変顔しまくってるのが見えてしまいました。あーちゃん余裕すぎですよね。すごいです。ソロ終わりで C メロになって手拍子で盛り上がりますが、
あーちゃんがさらにふざけて右手を上げて破れた脇を写真に撮らせてました。その写真ぜひ見てみたいもんです。それでラッサビになって私線をサイちゃんとコートさんに戻して、最後ミンチョのギターソロをちゃんとしながら味わって、最後のサイちゃんのボーカルを見て聴きながらあーちゃんのかっこいいタモ回しも堪能して曲終わりです。曲終わりの書き鳴らしの中、サイちゃんのありがとう仙台、次がラストの叫びが上がります。サイちゃんは他にも雄たけびを上げてましたが、なんて言っているのか分かりませんでした。それでこのツアー不動のラスト27曲目はレディートゥロックですね。上手のお立ち台で民調があのリフを弾き始めます。大歓声が上がります。それであーちゃんのブラストビートが加わります。誰かが言ってましたが、確かにバスドラどこどこは最初の小節だけで、あとは高速タモ回しになりますね。これはかっこいいです。それでサイちゃんのボーカルになって目の前がサイちゃんになります。しかしこのレディートゥロックの演奏の圧力というか、体にかぶさってくる音圧がすごいです。気持ちいいです。もう手を上げっぱなしで盛り上がって、おーのシンガロングも最後なので思いっきり歌います。それで小畑さんを両手で指さしてサビ前のシャウトを堪能して、めちゃくちゃかっこいいミンチョのリフからサビに入ります。もう最近は絶対ダンスモードきで楽しみます。めちゃくちゃ楽しいですが、もうちょっと映像を見て勉強しようと思いました。それでカオスな感じの感想になって思いっきりちゃんとして2メロに入りますが、何度だってのところは思いっきり拳を上げる感じで盛り上がります。それでシンガロングして、また正面にいる小畑さんを両手で思いっきり指さして、やめられないしやるしかないなーのシャウトをバッチリ見て聞いて、2サビでまたダンスもどきで楽しんでシンガロングして2サビ終わりです。ここで小畑さんのミニソロからミンチョのギターソロです。ちゃんとしながらミンチョのギターソロに酔いしれて落ちメロで手拍子して、サイちゃんの妖艶なシャウトからラッサビです。ここ最高に盛り上がります。途中のあーちゃんの激しいドラムフィルも堪能してシンガロングして最後のメロ部分に入ります。終わってしまうという寂しさと全力で楽しんだ満足感が交差する中、曲終わりの書き鳴らしになります。大歓声が上がる中、サイちゃんのありがとう仙台、お前ら最高だ、かかってこいいつでもの叫びが上がります。多分他にももっと言ってたと思いますが、メモれませんでした。書き鳴らしが終わって小畑さんのそれではまたお会いしましょうぽ、いってらっしゃいませご主人様お嬢様、バンドメイドでしたぽで、バンドメイドツアー2025ファーストラウンドファイナル仙台ギグスのお給仕が終わりました。サイちゃんはやっぱりピック投げが始まっても目の前で笑顔で手を振ってくれています。サイちゃんに見とれていたので頭の上を通り過ぎるピックたちは気になりませんでした。このほぼ最前列で、しかもステージとの距離が近い仙台ギグスで本当に間近でメイドさんたちの演奏と歌を浴びれて、しかも多分過去最高に面白かった MC を見られて最高の最高の最高でした。なんで毎回最高を更新することができるのか本当に不思議ですし感心してしまいます。恒例のサイちゃんのポストは打ち上げに夢中になっていて出遅れた、やべえ汗仙台ギグスに帰ってこれました、ありがとうございました、仙台にお集まりの皆様素晴らしかったよ、お前ら最高だったよ、今日も汗だくだく気持ちよかった、楽しすぎた、スペシャルな対決が多かったですね、わらーでしたね。確かにアップされたのが私がホテルでテキストを起こしている時に、他のメンバーのポストはあるのにサイちゃんのがないと思っていたら1時20分くらいにアップされましたので出遅れてましたね。本当に大汗かいて気持ちよかったですし、2つもあった対決が本当に面白くて最高でした。バンドメイドツアー2025ファーストラウンドは全公演ソールドアウトという嬉しい結果と、本当に全公演激しくて超楽しいファーストラウンドでした。私の次のお給仕帰宅は2週間後、バンドメイドツアー2025セカンドラウンド初日となる豊洲ピットです。前回2021年4月の豊洲ピットはチケット当選していたのにコロナで中止となりましたので、私的にはリベンジ帰宅となります。そんなこともあってセカンドラウンドでは何か変えてくるのかとか、いろいろな意味も含めてものすごく楽しみです。とにかくバンドメイドツアー2025楽しすぎます。永遠に続いてほしいと思ってしまいました。ちなみにどうでもいい話ですが、お給仕翌日大阪へ帰ろうと仙台駅に行くと、仲良くしていただいているお名手様とばったり会いまして、お互い空港に行くということで話をしながら電車に乗ったら逆方向に乗ってしまい、塩釜まで行ってしまったというハプニングがありました。まあどうでもいい話でした。ということで今回は以上です。それではまた次回。